割れた。チャンネルへようこそ。今回は本チャンネルでもおなじみの Colt Python357 マグナムについて紹介いたします。今回初めてのアンケートを取ったところ、Python の動画について要望が多かったので動画を作成いたしました。アンケートに答えていただき本当にありがとうございました。さて、Colt Python については本チャンネルでかなり詳しく説明させていただいておりまして、何について動画にしようか今回本当に迷いました。コメント欄でいろいろアドバイスをいただいて本当に助かりました。ありがとうございます。重ね重ねお礼を申し上げます。それでは早速ではありますが、今回は Python でコンクリートブロックを打っていこうと思います。使用する弾丸は357マグナムの125グレインと158グレインのフルメタルジャケットと38スペシャルになります。ここで気づいた方はかなりマニアだなと思います。それはですね、同じマグナム弾でも違う数字が記載されています。このグレインはですね、銃弾の弾頭の重さになります。1グレインは 0.0648g になりますので、125グレインですと 8.1g ということになります。158グレインになりますと 10.2g になります。つまりグレイン数が高いものは軽いものよりも強力だと思っていただけたらと思います。357マグナム自体がですね、防弾ベスト対策や主に狩猟として使用されることから威力についてはかなり強力であると思ってください。さて、ここから本題になりますが、先日私の勤め先のキンバー社にて、キンバー社が出しております357マグナムをテストで打たせてもらいました。その時使用した357マグナム弾はですね、強力でした。友人にですね、打たせてもらった44マグナムよりもリコイルが強力でした。というのもですね、実は、銃会社がですね、マーケットに卸す際、耐久性のテストも必ずします。その際に、いわゆるホットロードというものをテスト射撃で行います。簡単に言ってしまえば、めちゃくちゃ強力な弾薬だと思ってください。リアルに手がやられるかと思いました。この話は今後別の機会にして、今回は Python コンクリートブロックを打ってみましょう。それでは行きましょう。それでは実験を開始しようと思います。まずは38スペシャル158ぐらいですね。こちらでコンクリートブロックを打っています。それでは38スペシャルでいきます。ちょうど真ん中当たりましたね。削れてちょうど真ん中当たって貫通しなかったですね。38スペシャル、もう一発ここら辺に30スペシャル打ってみます。ずれたな。お、割れた。お、割れた。見てください。割れました。貫通はしなかったですけど、貫通したんか。割れちゃいましたね。さすが158グレインの38スペシャル。じゃあ続けて357マグナムを一発撃ってみましょうか。さて、次使用する弾は、フリーダムミニションっていうやつで、これはですね、357マグナムの125グレインになります。これで次打ってみます。カーです。
はい、貫通してここに跡まで残ってますね。125グレインでブロック一発で、はい、ぶち抜けます。357マグナムだった。果たしてもうコンクリブロックが壊れてるんでやる意味があるのかなと思うんですが、これ357マグナムの158グレイン、さっきより重い球です。これを打ってみましょう。あれですね、仙台に入れます。ということで打ってみましょうか。果たして意味あるのかなと思いながらも、おお、すごいな。行ってみましょうか。はい、粉々に砕け散りました。すごいですね、破片。パイソン、やっぱり打ちやすいですね。じゃあ今度はターゲットに向かって打ちましょうか。ターゲットが戻ってこない。ダブルアクションでは当たるわ。当たるな、やっぱり。やばい、だんだん楽しくなってきた。さらに的から3メートルぐらい離れるかな。やってみましょう。当たる。全段尽くしちゃった。いいね、気持ちいいね。あー、気持ちいいわ。誰が何と言おうと Python は移住です。やっぱり一発で当てればそれなりに威力もあるしね。好きだな、この銃は。好きです、僕は。最近ですね、思ったことあるんですけど、射撃と日本でも世界的に有名なスポーツでゴルフってあるじゃないですか。あれと射撃って似てるなって思うんですよね。で、2つともメンタルスポーツじゃないですか。なので非常に似てるなと。で、私が Python 好きな理由は、打ち慣れてるからなんですよね。結局こんなサイバー用のコスプレをしながら売ってるってのもあれなんですけど、もちろんシティハンター好きなんですけども、その前提でその前にですね Python を打ち慣れてるんで、これだったら外さないだろうなって、いわゆる何ですかね、ゴルフクラブのいつも使うゴルフクラブみたいな感じで、もちろんいろんな銃には興味ありますけれども、やっぱりじゃあ最後に何を選ぶかって言ったら、この Python 357、この Python 357マグナムを使用します。キャリーするときも基本これをキャリーします。というのはやっぱり一番打ち慣れてて一番扱いやすいからということですね。じゃあ最後ダブルアクションでねやっていきましょうか。はい、好きだな。ダブルアクション。
んな感じです。たまないです。本日も動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がよろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。そしてコメントしていただける方大好きです。それではまた来週。Stay tuned! じゃあねー。